こんにちは、ボクムーです。透明水彩を始めて1ヶ月が経ちました。なんとですね、早くもお高い紙を買ってしまいました。どうしても欲しかった。前回描いていた絵の塗り方が一色でベタ塗りをして、その上から影を重ねるっていう描き方をしてたんですね。でもせっかくの透明水彩なので、透明水彩ならではのにじみとかぼかしを使って描いてみたいなって思ってるんですよ。で、これ今出てると思うんですけど、これが次のイラストの下書きです。こんな感じで一箇所にいろんな色をにじませ合ったグラデーションみたいなのに挑戦してみたいんですね。で、これのために試し塗りをしてたんですけど、なんかうまくいかないんですよね。なんかいっぱい描いたんですけど全然うまくいかなくて、なんかね、これとかぼかしにじみなのかな、なんかイメージ通り広がらなくて、アメーバみたいに伸びていくっていうか、ちょっとイメージと違うんですね。あとその重ね塗りとかをした時に紙がすごいゴワゴワになっちゃったりして、もしかしたら筆圧強いだけかもしれないんですけど、あとね、重ね塗りした時に上の色をぼかそうとするとすごい剥げるんですよね。でね、調べてたらにじみぼかしが綺麗に出て、重ね塗りに強い水彩紙がありますって聞きましたんです。それがこのウォーターフォード水彩紙なんですよ。まだね1ヶ月目なので技術の問題も大きいのかなとは思うんですけど、でも紙で解決するのかもう逆にやってみたすぎてちょっと今回はねそれに挑戦してみたいと思います。今回はこちらのウォーターフォード水彩紙とボクムが今使っている初心者におすすめと言われているね、このコスパのいいホワイトワトソンを比較して、最後にウォーターフォードで1枚絵を描いていきたいと思います。まずお値段についてはこんな感じです。ボクムが買ったサイズが両方とも SM サイズっていうサイズなんですけど、それだとだいたいホワイトワトソンのおよそ2倍ぐらいでした。高い。どうして高いのかというと、今使ってるこっちのホワイトワトソンはコットンと木材の混合らしいんですね。でもこっちのウォーターフォードはコットン 100% らしいです。他のコットン 100% の紙だともっと高かったりとかもあるので、コットン紙の中ではお手頃価格みたいですね。同じサムホールサイズ SM サイズのはずなのにホワイトワトソンの方が大きいんですけど謎。見て、これウォーターフォードの帯なんですけど、にじみぼかし効果ありって書いてる。多分これやりたいことですよ。あと表面強度も強めってなってるので、重ね塗りに適してるみたいです。英国王室水彩画協会より認定を受けたコットン 100% の中性紙。すごい高級水彩紙って感じする。まずは普通の塗り方ですね。筆に絵の具をつけて塗っていく平塗りというものを試していきたいと思います。ちなみに色なんですけど、ホワイトワトソンとウォーターフォードほとんど同じ色で、これちょっと違いが全然まだ分かんないですね。紙の目の粗さも正直見た目では全然同じぐらいに見えますね。どっちがホワイトワトソンでウォーターフォードだったか分かんなくなるぐらい、サイズがね違うんで分かるんですけど、ほんとそれぐらいしか差がないです。それでは平塗りしていきます。カドミウムイエローレモンを塗っています。ちょっと吸収してる感じがする。ホワイトワトソンに比べてまだわかんないけど、
で絵の具によってなんか全然違うから他の色の方も塗っていきたいと思います。ボクムが使いこなせていないコバルトバイオレットライトを塗っていきます。こいつマジですごいザラザラになるんですよね。なんかねつぶつぶなんですよね。グラニュレーションカラーって言って流浄化なんかそういう絵の具らしいんですけど、すごいつぶつぶになるの。このつぶつぶの出方の違いとかも見たいですね。なんかやっぱ吸収してる気がする。紙にすごく絵の具が吸収が早い気がする。ピロールレッドを塗っていきます。やっぱ黄色よりもねムラが目立ちやすいんで、なんか紙にのせた時の色がすごい鮮やかに感じる気がする。やっぱり近いからか自分に。やっぱ吸収がすごい。これムラになったりしないかな。逆にめっちゃ吸収するけどすぐ吸収するからこうはみ出さずにこう塗りやすかったです。いつもすぐにムラにさせちゃうペインズグレー。こうホワイトアトソンをこうのせた時この水たまりがこうできるじゃないですか。これを吐くようにこう塗っていってるんですけど、ウォーターフォードの時はこの水たまりがすぐに吸収されていく気がする。こうなんか繊維的なムラにホワイトアトソンの方はなりやすいのかなと思うんですけど、ウォーターフォードの方は水彩の感じはやっぱ出てるんですけど、ムラっていうよりなんかふんわりいい感じになってますね。悪目立ちしない感じ。流浄化はすごい出てますね、ウォーターフォードの方が。ホワイトアトソンの出方だとなんか髪傷んだのかなって思う出方がするんですけど、ウォーターフォードの方は分かりやすくこれは絵の具の効果だなっていう感じがします。ホワイトアトソンだと割とボロボロになっちゃう重ね塗り、これもやっていきたいと思います。重ね塗り2層目はオペラくんです。間違えた1個目塗っちゃった。下開けようかな。じゃあこれはもしかしてホワイトアトソン下の色が混ざっちゃってる？今まで気づいてなかったけど下の色溶けてたのか、重ね塗ってた時に。すごいこれ全然違うかも。重ね塗りの2層目が乾いたので塗っていきます。やっぱりね乾いてから見てもウォーターフォードの方がすごく2層目もちゃんと綺麗に出てます。ホワイトアトソンの方は下の黄色がね見えてる。でムラになってるね。ピロールレッドを3層目に塗っていきます。なんかねもうジャリジャリになってきた感じがするね、ホワイトアトソンの方。うわー、下の色溶けないっていうのかな。これすごいわ。すごいです重ね塗りが一番なんか全然違うって感じする。髪もなんかそんなつぶつぶになってない。ホワイトアトソンの方も結構やばいことになってますけど、4層目塗ります。カーマイン。すごい全然違うんだけど、めっちゃ綺麗。溶けないし。ホワイトアトソンの方はもう紙がね多分ダメになってきてて、なんなら線画で印刷した線もにじんじゃってるんですよね。最後の4層目のカーマインはあんまなんか塗ってる感じがしなかった。発色がもうしなくなってるというか。ウォーターフォードの方はねすごい4層目でこれなんだ。4回塗り重ねることあるかな。4回塗り重ねればもう十分なぐらいいろんな表現できると思います。僕もが苦手な一色グラデーションからなんかすごい難しいんですよね。紙で解決しないかな。ほんと下に先に水を塗っています。これがねまだ一番マシになるやり方だった。どうかな。なんかね塗った後はぽく見えるんですよいつも。でもなんかすごいこの境界のあたりがねくっきりしたり
気持ち悪くなったりするんですよね。失敗した時こうなるんですよ。なんかすごい水が戻ってきちゃうみたいな、水が生えてきちゃうんですよね。グラデーションがちょっと乾き出したんですけど、やっぱりホワイトワトソンの方は若干ね生え出してる。でウォーターフォードの方はなんかねふんわり雲みたいな感じになるかも。ぼんやりしてる感じ。ホワイトワトソンのグラデーションやっぱり映えましたね。こうね、動画でわかるかな、なんかすごい細かい繊維がねこう生えてきてる感じがすごいするんですよね。この2色グラデーションもこうフーカスグリーンとカドミウムイエローレモンがお互いにこう生え合ってギザギザになっちゃいました。でもウォーターフォードの方はあんま生えない。なんかねもやーってなんかふんわりグラデーションになってくれますね。こっちの2色グラデの方もふんわりしてます。ウェットインウェットっていう技法をやっていきます。紙に水を敷いてその上に絵の具を垂らすというものです。すごく水彩的な表現なので紙によってどれぐらい違うのか気になりますね。やっぱウォーターフォードの方がお水もたっぷり敷ける感じがします。ウォーターフォードの方があんまり広がらないかもしれない。コントロールが効きやすいと言えるのかもしれないです。バックランというものもやっていきます。水を絵の具の上にちょんと落とすとバックランができます。こうやって出そうと思って出す分にはいいんですけど、勝手によく出るんですよね。多分水分がね多い絵の具を上から塗っちゃったりとかして、でこれがね出た時に目立ちすぎるとすごいなんかね失敗って感じになっちゃうんですよね。なので僕の願いとしては奇抜な形にならないでほしいかな。すごい乾いてきたんですけど、やっぱりホワイトワトソンの方はこうにじませたところが思ったより大きく広がっていきますね、乾かしてる中で。ウォーターフォードの方はそこまで広がらずにとどまってくれる感じがします。なんかウォーターフォードの方が吸収はすごくするんですけど、なんかいい感じに乾くのを待ってくれてる感がすごい。ずっとなんか光ってる。全体がムラなく光ってますね。ウォーターフォードの方がこう水がやっぱ流れづらいからすごいコントロールしやすいですね。すごい乾いてきたんですけど、やっぱりホワイトワトソンの方はこうにじませたところが思ったより大きく広がっていきますね、乾かしてる中で。ウォーターフォードの方はそこまで広がらずにとどまってくれる感じがします。ちょっと動画でわかるかわかんないんですけど、こっちの青い方は重ね塗りしたわけでもないのにこう重ね塗りした時のゴワゴワがすごいんですよね。こう絵の具をこうたっぷりなんか何色か使った時にめっちゃなりやすいんですけど、ウォーターフォードでは一切出てないんですよ。すごい強いんだ紙がやっぱり。1日置いて完全に乾いたのでリフティング、色を落とすのをやっていきたいと思います。やっぱり1日乾かすと両方とも同じ 300g っていう壺量、厚みなんですけど、どちらも結構曲がってしまいましたね。やっぱり全体に塗ると曲がりやすいみたい。そこはあんまり値段差よりかは厚みが関係してるのかもしれないですね。それではリフティング、絵の具を落とすのをやっていきたいと思います。水をつけた筆でこすってティッシュで
取る。染み付きやすさが普通ぐらいの絵の具の場合はホワイトワトソンが綺麗にリフティングできてるかなという感じがしました。染み付きやすい絵の具だとホワイトワトソンでも紙が傷んでしまうのでうまくリフティングできない感じがします。でウォーターフォードの方は紙は傷まないんですけど、そもそもほとんどリフティングできてない感じがありますね。染み付きが少ない絵の具の場合はどちらも綺麗にリフティングすることができました。人物の頬とかは肌が乾いてからその上に重ね塗りしてその上でぼかしたりしたいんですけど、ホワイトワトソンの方はこうやってちょっと上でぼかそうとしてるとだいぶね髪がケバケバしちゃいました。ウォーターフォードの方は結構上からぼかしたり修正しようとしてもそんなに髪がほぼケバケバしてないですね。このマフラーとかも上の影をぼかしたかったんですけど、2層目に塗った影をぼかそうとするとやっぱ白くなっちゃったり、こんな風に上からいっぱいなぞっちゃダメなんだろうけど、ウォーターフォードの方は結構上からなぞっててもしっかり2層目をぼかすことができます。やっぱりホワイトワトソンの方がふんわりしたぼかしを後からリフティングして出せるっていうのはいいですね。ウォーターフォードの方はちょっと塗り残しをしないといけないのでちょっとくっきりしたハイライトになるかなと思います。ただその後にぼかすことができるのでうまくやればぼんやりしたハイライトも描けそうです。こんな感じで塗り比べをしてみて3つ違いをね感じました。1つ目はウォーターフォードは結構色が鮮やかに見える感じがします。どういうことかっていうと塗ったところの密度がなんかね高いんですよね。ホワイトワトソンの方はなんか濃くなったり薄くなったりってよく見ると、ちょっとムラが全体的にある感じがするんですけど、ウォーターフォードの方は均一な広がりがしやすいのかなと思いました。特に広い面とか濃い色を塗った時に差が出やすいのかもしれないですね。2つ目、ウォーターフォードはにじみがふんわり出る感じがします。ホワイトワトソンの方は細長く植物が根を張るように広がる感じがしたんですけど、ウォーターフォードはのせた絵の具がふんわり広がりました。その分グラデーションの境界もふんわりしやすくて水をのせた時のバックグラウンドも主張が控えめな感じがします。乾くまでの時間ににじみが広がっていくんですけど、ウォーターフォードはふんわりしか形が変わらないので描いた直後のイメージからあんまり変わらなくて仕上がりのコントロールがしやすそうだなと思いました。3つ目、ウォーターフォードは重ね塗りに強い。ホワイトワトソンは下の色が多分溶けてね髪が若干ガサガサしてきちゃうんですね。ウォーターフォードは4層目もしっかり綺麗に塗れて下の色を残したままいい感じに発色してるなという感じがしました。透明水彩始めて1ヶ月の僕でもなんかそれぐらいの差は感じましたね。でも見栄え的にそんなに差があるかって言われると、塗り心地とコントロールなのかな。ちょっと重ね塗りとかは人によってはねたくさん使う人だったらウォーターフォードの方がやっぱりいいんだろうなっていう感じがします。キャラクターとか他にもたくさん試し塗りしてみてやっぱりウォーターフォードは重ね塗りに耐えられる、髪が傷まないっていうところがすごく気に入りました。あとグラデーションもコントロールが効きやすくて思ったような僕の好みなにじみになるっていうのがすごく良かったです。
あと本番のキャラクターを描いてて思ったのが、ペンの引っかかりがちょっとホワイトアトソンよりあるなって感じました。なので下書きとかをアナログでやる人はもしかしたらもっと他に差が出てきたりするかもしれないです。いろいろ比較できて楽しかったですね。透明水彩でこだわるべき優先順位は1番が水彩紙って言われてるんですね。確かにね、紙にお金かけてよかったっていう感じはしました。なんせね、やっぱ塗り心地がいいとずっと描き続けられるっていうね、そこがポイントかなと思います。正直仕上がりに関しては、だから技術次第っていうか、多分ホワイトアトソンでもうまくやればできるんだろうなっていう、そんなめちゃくちゃ大きな差があるわけじゃないんですけど、でも塗ってる側からしたら塗り心地がいいなっていう感じです。なんで僕はできる限りウォーターフォードで作品は描いていきたいなと思います。ただしホワイトアトソンを使わないかと言われると、それはノーです。やっぱりね、お手頃価格でここまでちゃんと描けるっていうのがすごいいいなと思ってて、ちなみにもっと安い画用紙で練習できないかなっていろいろやったんですけど、ほんとね、絵の具がまず流れて描けないとかあったり、重ね塗りももう1回目からね、もう紙がケバケバになるからね。なんでホワイトアトソン安いのにかなりまず描けるっていうことがね、素晴らしいんですよ。なのでホワイトアトソンもかなりコスパがいい水彩紙なんだと思います。でこの価格だからこそたくさんやっぱ練習できるっていうのはあると思うので、今後も使っていきます。ということで今日はウォーターフォードのレビューをしていきました。水彩紙はいろんな価格帯でね、それぞれ違う良さがあるっていうことが分かってめっちゃ面白かったし、もう完全にもう沼の気配がしてます。多分ね、今後も新しい紙とか買ったりすると思うんで、また動画でレビューしたりしていきたいと思います。そして透明水彩で水彩紙の次にこだわるべきもの、それは筆だと言われているそうです。ということで僕も次の筆を買ったので、これもねまた動画にしていきます。ここまで見てくれてありがとうございました。ぜひぜひチャンネル登録をして他の動画も見てみてください。それではまた次の動画で。